ゆっくり海外鉄チャンネルへようこそ。このチャンネルではアジアを中心に世界の鉄道を紹介しているよ。我々が今いるのはサバ州のコタキナバル。今回は、ボルネオ島唯一の旅客鉄道、サバ州立鉄道に乗車するぜ。前回の動画ではマレー半島の鉄道を運営する KTM を紹介したけど、ボルネオ島でも鉄道が走っているんだね。そうだぜ。ボルネオ島コタキナバルと聞いても場所がピンとこない人の方が多いと思うのでマレーシアの地理を軽く解説するぜ。マレーシアの国土はマレー半島、ボルネオ島側に分かれている。ボルネオ島は世界で3番目に大きい島で、面積は日本の 1.9 倍。マレーシアはボルネオ島の北側3分の1程度を領有しており、インドネシアや小さな王国ブルネイと国境を接しているぜ。ボルネオ島の一部だけとはいえ、面積は半島側よりだいぶ広そうだね。マレーシアの人口の8割は半島側で暮らしており、首都のクアラルンプールも半島側だが、石油や天然ガスを産出するボルネオ島はマレーシア経済にとって非常に重要な地域だ。ボルネオ島側の領土はサバ州、サラワク州などに分かれる。マレーシアは連邦国家で各州にある程度の自治権があるのだが、この2州は特に独立性が強く、半島側から入居するにはパスポートが必要なほどだ。国旗と並んで州の旗も掲げられているね。今回訪れたサバ州は美しい海やオランウータンなどが生息する熱帯雨林が有名だ。また、州都コタキナバルの近くには東南アジア最高峰のキナバル山がそびえており、本格的な登山も楽しめるぜ。今回乗車するサバ州立鉄道はコタキナバルから南方のボーフォート山間のテノムに伸びる鉄道路線だ。路線距離は134キロ。メーターゲージで、全線が非電化単線である。車両限界の違いからか運行系統はボーフォートで分離されているぜ。高規格とは言えない路線だね。この鉄道の歴史はイギリス植民地時代の1896年まで遡る。内陸の農園で栽培したタバコを輸送されるために建設され、当初は北ボルネオ鉄道と呼ばれていた。現在はサバ州が直接運営している。今回は単純ある駅からサバ州立鉄道の列車に乗車するぜ。行ってみよう。単純ある駅はサバ州立鉄道の実質的なターミナル駅で、本社も併設されている。単純ある駅はコタキナバル中心部から6キロほど離れているが、夕焼けで有名な単純あるビーチから比較的近く、空港からのアクセスも良好だ。鉄道の終点は一駅隣のスンブラン駅だが、こちらは非常に簡素な駅で、列車によっては乗り入れないぜ。単純ある駅、なかなか立派な駅舎だね。マレー語の名称、ジャバタンクレタピヌグリサバはサバ州鉄道局という意味だぜ。現地での呼び方は JKNS なんだね。サバ州立鉄道の切符は現地でしか購入できない。まずはチケットカウンターでボーフォートまでの切符を購入しよう。座席指定の列車ではないから当日購入でも満席で乗れないことはないと思うぜ。スタッフは英語が通じて簡単に切符を購入できたね。ボーフォートまでのチケットは 4.8 リンギットだぜ。かなり安いね。これがチケットカウンターに貼られていた時刻表だ。ボーフォートまでの列車は1日に往復だぜ。本数は少ないね。チケットカウンターの横には待合スペースがある。列車が来るまでホームに入れないので、ここでしばらく待っていよう。7時23分、スンブラン方面から今回乗車する列車がやってきた。今回運用に入った車両はインド OEPL 製の5両編成の機動車。2022年頃に導入された最新型だぜ。聞いたことないメーカーだね。OEPL はインドのハイデラバードに本社がある鉄道車両メーカーである。入れ替え用機関車や検測車、遊園地列車の製造を主に行っており、旅客列車の製造実績はサバ州立鉄道向け以外にはほとんどないようだ。インド国鉄御用達メーカーというわけでもないんだね。外見はくたびれており、失礼ながら車齢2年には見えない。車両は3ユニットを接合して製造されたらしく、つなぎ目が目立つぜ。早速車内に入ってみよう。車内はエアコンがよく効いている。座席は4列のクロスシートだ。座席の向きは転換が可能だぜ。ライトがついていないからか車内は暗い雰囲気だけど、座席は新車っぽいね。ちなみに、車両はすべてエコノミークラスで、5両とも同じ内装だぜ。奥のホームには古めかしい客車が誘致されている。これは、蒸気機関車が牽引する観光列車、北ボルネオ鉄道用の客車だ。北ボルネオ鉄道は観光列車の名称であって、現在の路線名ではないから要注意だね。北ボルネオ鉄道は単純あるとパパールを往復し、食事を含めたレトロな乗車体験を提供する。基本的には水曜と日曜に運行されるが、訪問時は機関車の整備のため運休していたぜ。7時45分、列車は帝国通りに単純ある駅を出発した。この列車は単純ある発ボーフォート行きの PS101 列車。途中クタタン、キナルート、カワン、パパール、キマニス、ボンガワン、ムンバクットの各駅に停車する。結構揺れるね。そうだな。
線形は悪くなく、速度は50キロほどしか出ていないのだが、横揺れが激しいぜ。列車は幹線道路に沿って順調に進んでいく。右手には小田キナバル国際空港が見えるぜ。途中駅から乗車する客も結構おり、車内は徐々に混んできた。駅表のマークは大阪市営地下鉄の昔のマークによく似ているね。ドアはバス部品を有用しているようだ。走行中も開きっぱなしだぜ。落ちたらおしまいだね。動画では伝わらないが、乗っている車両は動力車のため排気ガスが車内に立ち込めており、少しでも換気するためにドアを開けているのではないかと思うぜ。しばし鯖州立鉄道平地区間の車窓をお楽しみください。9時47分、列車はほぼ定刻通り終点のボーフォート駅に到着した。この列車はそのまま折り返しの11時発スンブラン行きとなる。11時発が上りの最終便だぜ。終電早いね。今回乗車した区間では OEPL 製機動車の他にも、ベトナムの D19E 型に似た中国製機動車や客車列車が運行されているのだが、今回は誘致車両を含め出会うことができなかった。また、かつては元名鉄の8500系機動車が走っていたのだが、鯖州立鉄道に直接確認したところ、現在は整備中でチャーターも含め運行はしていないとのことだぜ。今回の動画はここまで。次回はボーフォートから先の山岳区間の列車に乗車するぜ。単純あるからボーフォートまでの平地区間もなかなか濃ゆい路線だったけど、山岳区間はさらにディープな鉄道旅になりそうだね。チャンネル登録をして次回の動画をお待ちください。ご意見ご感想をお待ちしております。高評価もよろしくね。それでは、ご視聴ありがとうございました。